のささやきの朗読や深夜の帰り道、田んぼの中を伸びる一本の農道を走っていた。街灯は少なく、車のライト以外は何も見えない。左右には真っ暗な田んぼが底の見えない穴のように広がっている。昼間なら見慣れた景色のはずなのに、その夜はなぜか妙に気配が濃かった。窓を閉めていても、湿った土の匂いが入り込んでくる。ワイパーも動かしていないのに、フロントガラスがうっすらと曇った。その時ライトの先で何かが揺れた。最初はただの棒に見えたが、近づくにつれて形がはっきりとした。農道沿いの稲の端に立つ古いかかしだ。麦わら帽子、藁が飛び出した腕、よれた作業服みたいな布切れ。ただ普通と違うのは、顔が布で覆われているのに、なぜかこちらを見ているように感じたこと。目が描かれているわけでもない。布に穴が開いているわけでもない。それなのに道路の脇に立つそのかかしが、まるで俺の通過を待ち構えているように感じた。胸がざわついた。横目に見ながら通り過ぎようとアクセルを踏む。だが通り過ぎる瞬間、かかしの顔がゆっくりとこちらへ向いたんだ。布の下に骨格があるみたいな硬い角度の変わり方。首があるはずのないかかしが俺の車に反応するように回転をした。思わずブレーキを強く踏んでしまい、車体が揺れた。嘘だろ？今動いたよな。バックミラーで確認しようとしたが、視界の端で何かがおかしいことに気づいた。かかしが道路の反対側に移動していたんだ。さっきまでは左側の田んぼに立っていた。それが今は右側に立っている。距離は10メートル以上離れていて、風で倒れたとかそんなレベルではない。体がこわばった。逃げようとアクセルを踏んだ瞬間、右側のかかしがまたこちらを向いた。布の下で骨のきしみみたいな音がした。ギチ、ギギギと硬い何かがひねられる音。俺は怖くなって視線を前に戻した。だがその瞬間、心臓が跳ね上がった。なんと前方にもかかしが立っていたんだ。ありえない。一本道だ。どっから出てきた？ライトに照らされたかかしは、布の顔の中央に黒いシミのような跡があり、それが穴のように見えた。その穴がまっすぐ俺の車を見ている。やばい。絶対に止まっちゃいけない。直感がそう警告していた。俺はギアを入れ直し、全力でアクセルを踏んだ。かかしに突っ込むつもりではなく、すり抜ける隙間を探した。だがすぐに理解をした。どの角度から見ても、かかしがこっちを向いたまま動かない。まるで首が回転し続けて、必ず俺を見てしまうように。喉がカラカラに乾き、背中に汗が流れた。この道を抜けなきゃ助からない。そう思って前へ出た瞬間、かかしの腕がゆっくりと上がった。手招きをするように、指のない藁の腕を前へ突き出して。入れ、そう言われた気がした。俺は無意識にブレーキを踏んだ。ライトの中心にかかしが浮かび上がる。首を完全にこちらへ向けきっている。ここでやっと理解をした。あれは鳥よけではない。人間を呼び込むために建てられたものなんだ。かかしの腕がまっすぐこちらへ向いたまま微動だにしない。藁でできたはずの腕がまるで骨格を持つ生き物のように硬い角度で突き出されている。車のライトに照らされたその姿が
どうしても人間の待ち構える仕草にしか見えなかった。アクセルを踏み直した。このまま突っ切るかもしれない。早く道を抜けないと。だが車が動こうとした瞬間、ザッ、ザザッと後方の闇で何かが走るような音がした。振り返るのが怖くてミラー越しにそっと確認する。後ろにもかかしが立っていた。どれだけライトを遠くまで伸ばしてもそこに人影はなかったはずだ。なのに今はさっきと同じ布で顔を覆ったかかしが道のど真ん中に立っている。距離はほんの15メートル。さっきより近い。しかも布の顔の中央にあった黒い穴がわずかに開いている。息が止まりそうになった。前方にもかかし、後方にもかかし、挟まれてしまった。道の左右は深い田んぼ。U ターンもできないし、逃げようがなかった。ライトを弱めると、かかしの輪郭がじわりとにじむ。布の奥に何かがうごめくのがわかる。人の顔が隠れているというより、顔が最初からない。その空洞の奥で何かがこちらを見ている。と次の瞬間、前方のかかしが足を一歩だけ前に出した。藁でできた足が硬い地面に確かに踏みつけた。藁ではありえない音。コツッと人のつま先で踏むような乾いた音。背筋が一気に冷たくなった。頭のどこかが理解した。これはあくまでかかしの形をしているだけの何か。恐怖で視界がにじみ、アクセルを踏み込んだ。どんな形であれ、まだ前は空いている。すり抜けられる距離はわずかでも突破するしかなかった。ギアを入れ、車が動き始めた。だがその瞬間、車体の屋根で音がした。トン、トン、トン。軽いが歩くリズムのような音。まるで誰かが屋根の上をゆっくりと歩いている。絶対に見てはいけない。そう直感したが、視線が勝手に窓の方へ向いてしまった。そこにはかかしの布の顔が水平に滑るように並んでいた。外を走れるはずのないかかしが窓に沿うように速度を合わせてきている。布の下の黒い穴が俺の顔の高さにある。至近距離だ。怖すぎて涙がにじんだ。もう前を見て走るしかない。このまま止まったら絶対に終わる。そう思ってアクセルを踏み込んで、かかしの肩をするようにしてすり抜けた。布の表面がフロントガラスをかすめ、藁の束がミラーを叩いた。その時、バサッと何かが車体の上に落ちた。次の瞬間、車内灯だけが一瞬だけつき、助手席に藁の指のようなものが落ちた。人の指ほどの太さの藁の束。だが先端が爪の形に削れている。自然にちぎれた藁ではない。これは意図的に形を作られたものだった。拾い上げようとした瞬間、助手席の足元で藁が動いた。床マットの上で藁の束がうごめいている。まるで何かに使われていた余った指だけが車内に転がり込んできたように。呼吸が荒くなる。早くこの道を抜けなきゃ。そう焦って前を向いた瞬間、心臓が止まりかけた。またかかしが前に立っていたんだ。どう見てもさっきすり抜けたものと同じ。布の顔の黒い穴がさっきよりも大きく開いている。そして穴の奥で何かが動いている。それが口の形を作っているのが分かった。入れ。はっきりと聞こえた。間違いなく聞こえた。かかしはもう人ではない何かに変わり始めている。急いで脇道に目をやった。普段なら絶対に入らないような
細い未舗装路。でも行くしかない。かかしの前はもう通れない。左へ急ハンドルを切り、脇道に飛び込んだ。泥を巻き上げながら細い道へ滑り込んだ瞬間、バックミラーの端で、かかしがこちらに向かって走り始めるのが見えた。藁の足なのに、車より速い。息が詰まった。この道の先に逃げ道はあるのか。それとももっと深い場所へ連れて行かれるのか。俺はまだこの時知らなかった。この脇道こそが、かかしが招き入れようとしていた場所だった。脇道へ入り込んだ瞬間、世界の空気が変わった。湿った土の匂いが急に濃くなり、ヘッドライトが照らす先は、背丈を越える雑草で両脇が塞がれている。舗装はなく、泥と砂利が混じった細い道。タイヤが取られ、スピードが出ない。後ろを確認する。バックミラーの奥、農道の入り口にまたかかしが立っていた。さっきまで田んぼの中央にいたはずのそれが、今は脇道の入り口に移動している。しかも布の顔の黒い穴はさっきより大きかった。縦に裂けたような形になって穴の奥がぬらりと揺れている。やばい、来る。アクセルを強く踏み込むが、泥の抵抗で思うように進まない。それでも必死に車を前に押し出した。だがすぐに気づいた。この脇道、どこまで行っても同じ景色だ。左右は雑草、地面は泥。ライトが照らす先に曲がり角の分岐もない。一本道のはずなのに、前方の草の揺れ方がさっきと同じに見える。まるで道がループをしているような感覚だった。喉が渇き、背中がびっしょり濡れた。焦りで呼吸が乱れ始めたとき、背後から音がした。ザッ、ザッ、ザッと規則的な足音。藁で歩くとは思えない、はっきりとした人の足音。俺はミラーを見る。かかしが歩いていた。泥を踏むたびに藁の体がわずかに揺れる。速度はゆっくりだが、歩幅が異常に長い。あっという間に距離が詰まった。穴の奥で何かが動いている。黒い穴の形が笑っているように歪んだ。恐怖で涙が出そうになり、前へ逃げないと、そう思って顔を戻した瞬間、前方にもかかしが立っていた。完全に一本道を塞ぐ位置。ライトで照らされた布の顔の中央には縦に裂けた穴。そこから白い指が一本、ニョキッと突き出てきた。藁ではない、人の指だ。爪のついた白い生の指。それが布の穴から生き物のようにゆっくりと外へ伸びてきている。ふざけんな！反射的にハンドルを左右に切ったが、脇道の幅は狭く、どこにも逃げ場はない。バックしようかとミラーを見た瞬間、心臓が止まりかけた。後ろのかかしがもう車のすぐ後ろにいた。距離にして2メートル。ありえない速度だ。そのかかしの顔の穴からも白い指が何本も伸びてきている。まるで獲物をつかむみたいに、外へ手を出しているみたいに。このままじゃ挟まれる。終わる。パニックの寸前の中で、脇道の右側にわずかな切れ目があるのに気づいた。草が倒れていて、車がギリギリ通れそうな細い獣道のような隙間。もう選択肢はない。そこへ突っ込むしかない。俺はハンドルを切り、草を押しのけながら細道へと進入した。その瞬間、車体の右側を何かがガリッとこすった。鏡越しに見えたのはかかしの腕。伸びた指が車を掴もうとしていた。
車体を揺らしながら細道へ突破する。藁の束がミラーに絡まり、バサッとちぎれ飛んだ。しばらく走ると急に視界が開けた。脇道の出口だ。両方には見慣れた県道の風景。車の通る声も聞こえる。助かった。そう思った。だがふとバックミラーを見ると全身の血が冷えた。細道の暗闇の奥にかかしの顔がぎゅうぎゅうに詰まってこちらを向いていた。無数の布の顔、無数の黒い穴、全部が同じタイミングで首を傾ける。その瞬間、助手席の足元でカサッと音がした。怖くて見たくなかったが、ゆっくりと視線を向けると、さっき落ちていた藁の指が勝手に立ち上がった。藁なのに骨を持った指のように一本ずつ動き始めた。そして俺の太ももにそっと触れた。その瞬間、頭の中に声が流れ込んできた。連れて行けた。あなたもこっち。慌てて車を跳ねるように押し出し、県道へ飛び出した。後ろを見る勇気はなかった。家に帰って車を降りたとき、足は震えていた。助手席を確認する。藁の指はもうなかった。落ちていない。座席にも床にもない。ただ一つだけ見つかった。助手席のシートの糸が内側から引っ張られたようにほつれていたんだ。布の隙間からわずかに茶色い藁が覗いていた。かかしはまだ俺の車に乗っている。あの日のことを思い出すと、未だに胸がざわつく。バスツアー2日目の朝、俺たちは山間の温泉地を目指して移動をしていた。霧が濃く、道の両脇は白い幕のように煙っていて、運転手も慎重にスピードを落として走っていた。そんな中だった。前方でガイドが小さく声を上げた。誰か倒れていますね。霧の切れ間に人が横たわる姿が見えた。道路脇、ガードレールに寄りかかるようにして倒れている。運転手が急いで減速をし、バスはその人物の手前で止まった。大丈夫か確認してきます。運転手と数名の男性客が降りていき、俺たちは車内で待つしかなかった。窓越しに見るその男は薄汚れたジャンパーを羽織り、体を小刻みに震わせていた。生きているのかどうかもわからないほど動きが弱かった。数分経った頃、運転手が戻ってきた。意識はあります。だが低体温みたいですね。バスで少し温まってもらいましょう。それを聞いた瞬間、車内に妙なざわつきが広がった。だが反対する理由もなく、乗客は前方に余っている席を空けていった。やがて男が運転手に支えられながら乗り込んでくる。その姿を見た瞬間、理由のわからない嫌な寒気が背中を走った。男はこちらを見なかった。顔を伏せたまま、泥で汚れた手を震わせながら、空いていた席にゆっくりと腰を下ろした。座った衝撃で衣服から湿った土の匂いが立ち上る。バスが再び発進すると、車内は静まり返った。誰も男に話しかけようとはしない。ガイドでさえ説明書きをめくる手を止めて様子を伺っている。にもかかわらず、男は一度も顔を上げなかった。ただ両手を膝のあたりに置いたまま小刻みに震えている。その震え方が妙だった。寒さというより怯えているような震えだった。だがそのくせ視線だけはずっと床へ固定されている。俺は落ち着かないまま
そっと視線を外へ向けた。霧がさらに濃くなり、木々の輪郭がぼやけていく。ふと気になってもう一度男の方を見た。その瞬間だった。倒れていた時は握りしめていたはずの右手の拳が開いていた。その手のひらには黒い土の塊がこびりつくようにぎっしりと詰まっていた。そして男はわずかに唇を動かした。声にはならない。ただ一つの口の形だけがはっきりと見えた。来る。誰が？何が来るんだ？問いを飲み込んだまま車内を見渡しても、乗客の誰もそのつぶやきに気づいていないようだった。バスはただ静かに山を登っていく。だが男の震えだけが車内の空気をじわじわと濁らせ始めていた。まるでこの先で何かを迎えることが決まっているみたいに。バスが山の奥へ入るほどに霧は濃くなっていき、外の景色はほとんど見えなくなった。視界が真っ白になり、窓に映るのは自分の顔と車内の影だけ。そんな中で男だけが異様に静かだった。座席に沈み込み、膝の上に置いた両手はまだ震え続けていた。けれどその震えは先ほどよりも早く細かくなっていた。寒さでは説明できない。怯えが極限に達したような震え方だった。ガイドが意を決したように近づき、声をかけた。大丈夫ですか？温泉地まではあともう少しですから。だが男は反応しなかった。顔を伏せたまま呼吸だけが荒い。ガイドは気まずそうに一歩引き、俺の横を通り過ぎて前へ戻った。その時だった。男の足元のマットに黒い土がポタリと落ちた。最初に拾われた時に服についていた分だろうと思ったが、落ちる量が妙に多い。まるで服の中にまだ大量に入っているかのように落ち続けた。俺はそれを見て声をかけるべきか迷った。しかし関わった瞬間に何かおかしなことが起きる気がして、結局座ったまま様子を伺うしかなかった。さらに数分後、バスが急に揺れた。運転手の息が強く漏れる。鹿か何かが飛び出したんですかね。気をつけます。だが俺の視界の端で男がわずかに反応した。震え方が止まる。だが顔はまだ見せない。耳を澄ますように静止した姿が不気味なほど固まって見えた。次の瞬間、男の肩がひくりと跳ねた。来た。その声ははっきりと聞こえた。今度は俺一人だけではない。周囲の乗客もわずかに振り返る。ガイドが恐る恐る尋ねた。来たってどういう意味ですか？男は答えない。代わりにゆっくりと握りしめていない左手を持ち上げた。手のひらには指の間からあふれるほどの黒い土が詰まっている。どれだけあの道路脇で倒れていたのか、それとも倒れていた理由が別にあったのか、その問いが頭の中で渦を巻いた。その時、バス全体が何か重いものに押されたようにわずかに傾いた。大きな揺れではない。けれど、誰かが寄り添ったような圧が車体の横から伝わってくる。運転手がすぐに減速し、窓の外を確認しようとした。だが霧が濃すぎて何も見えない。白い幕の向こうに、ただ木々の影だけがぼやけて揺れていた。その時男が初めて顔を上げた。泥と汗で濡れた方、乾きかけた血の跡、そして焦点の合わない目。男は震える唇で
ゆっくりとつぶやいた。ついてきてるんだ。ガイドが凍りついた。何がついてきてるんですか？男は前ではなくバスの横を指さした。俺を迎えに。その一言で車内の空気が一気に変わった。寒さとは違う、胸の奥を押されるような圧が流れ込んでくる。そして再び車体が外からゆっくりと押された。今度は間違いなく何かが触れた。乗客が息を飲む音が重なり、俺の手汗がじわりとにじむ。男の震えは止まらない。だが顔だけは外の一点を見つめていた。まるでそこに見えているものがいるかのように。車体を押す何かは一度だけでは終わらなかった。バスの横にじわりと重みがかかり、外の板がきしむような音が響く。乗客は全員前のめりになり、運転手も必死にハンドルを握りしめた。しがみついてください。ガイドの悲鳴混じりの声が車内に吸い込まれた瞬間、男が突然立ち上がった。その動きは普通ではなかった。揺れる車内でもふらつかず、まっすぐ通路に出てくる。泥だらけの手をシートにつかず、ただ歩く。まるで導かれるように前へと。俺は席にしがみつきながら男の背中を見つめた。肩が震えている。震えながら静かに前のガラスへとだんだん近づいていく。そして運転手の横で立ち止まり、霧の向こうをじっと見つめた。外には何も見えない。だが男には見えている。それは誰の目にも明らかだった。あの場所で俺だけ生き残ったんだ。男がぽつりと漏らした。声は震えているのに妙に落ち着いていた。運転手が驚きの声を出す。事故？この山で？男はゆっくりとうなずいた。仲間3人、俺のせいで崖から。言葉が続く前にまた車体が押された。今度はもっと強く。外側の窓ガラスに何かが這い上がるような影がかすかに浮いた。そして誰かの手の形。それが霧の外側からガラス越しにじわりと擦れた。悲鳴が車内にあふれる。運転手は急いでブレーキを踏んだ。バスはきしみながら停車し、霧の中に沈んだ。動く気配は止まり、空気だけが重く残る。男は前のガラスに額をつけ、震える声でつぶやいた。迎えに来てる。俺だけ逃げたから。ガイドが青ざめて言う。降りたら危険です。ここは崖沿いで。だが男はガイドの声を振り払うようにドアへ向かって歩き出した。泥だらけの足跡が通路に重なって残る。やめろ！運転手が叫んだ。だが止まらなかった。男はドアの前で立ち止まり、霧の向こうに手を伸ばした。その瞬間、外側から男の腕をつかむ手が霧の中から浮き出た。白く土まみれの腕。人の形に見えるが輪郭は崩れ、泥のように滴っている。男は抵抗もせず、その手に惹かれるように外へ消えた。そして霧がすぐに閉じて、姿は完全に見えなくなった。ドアには泥の手形がくっきりと残っていた。数秒後、外の霧の奥から複数の足音だけがザリッザリッと響いた。それがバスを囲むように近づいてくる。
運転手は恐怖で顔を歪めながらも急いでドアを閉めた。エンジンを全開にし、タイヤが空転するほどアクセルを踏みつける。バスは霧の中から逃げるように走り出した。誰も口を開けなかった。ただ必死に前だけを見る。やがて霧が薄れ、明るい道へ出たとき、全員の肩が一斉に落ちた。だが後ろの座席の一つだけ泥がこびりついたまま開いていた。そこだけが誰かがついさっきまで座っていた深さで沈んでいた。あの男が座っていた席、そしてそこに落ちていた黒い土の上には人の足跡が一つだけついていた。それはまるで戻ってきたかのように。あれは仕事帰りの夜だった。俺は山道を車で走っていた。近道になる林道があって、よくそこを通って帰っていた。街灯はほとんどない。ヘッドライトだけが頼りの道だ。山道は細く、カーブが多い。対向車もほとんど来ない。その日もいつもと同じ道を走っていた。山の真ん中あたりまで来た頃だった。道の脇に妙なものが見えた。古い電話ボックス。山の中なのにポツンと立っていたんだ。ガラスは少し曇っている。だが中の電話はまだ残っていた。こんな山奥に電話ボックスなんて俺は見た覚えがない。何度も通っている道だ。だがその日ははっきりとそこにあった。俺は少し気になって車を止めてみることにした。エンジンを切る。山は静かだった。虫の声だけが聞こえてくる。俺は電話ボックスの中を覗く。誰もいない。ただ古い電話機があるだけだった。受話器もちゃんとかかっている。だがその時、リンと小さな音が聞こえた。俺は動きを止める。今音がしたんだ。電話の音だった。電話ボックスの中の電話が鳴っていたんだ。山の中の電話、電線も見えない。それなのに電話は鳴り続けていたんだ。俺はしばらく見ていたが、鳴り止む気配はなかった。誰かがずっとかけている。そう思うと妙に気になった。俺はドアを開ける。ガラスのドアがギーッと音を立てた。中に入るとやっぱり電話は鳴り続けていた。俺はゆっくりと受話器を取る。そして耳に当てた。だが最初は何も聞こえてはこなかった。だが数秒後、小さな声が聞こえた。女の人の声で、そしてこう言った。まだ、そこにいる？受話器の向こうから女の声が聞こえた。まだ、そこにいる？小さな声だった。電波が悪いのか少し途切れている。俺はとっさに答えた。もしもし？だが相手はすぐに続けた。そこから動かないでね。その言い方が妙だった。まるで今いる俺の場所を知っているみたいだった。俺は電話ボックスの中を見回した。誰もいない。山道も真っ暗だ。俺は聞いてみることにした。誰ですか？数秒沈黙が続く。そして女ははっきりとした声で言った。そこから動いたら死ぬよ。その言葉で背中が冷たくなった。ただのいたずら電話かもしれない。そう思った。だがその時、電話の向こうから別の音が聞こえてきた。
車の音だった。エンジン音。走っている車の音。それもかなり速い。山道を飛ばしているような音だった。そして女の声がまた聞こえた。今から来る。すぐ来る。その瞬間、遠くのカーブの向こうからヘッドライトが見えた。一台の車だった。かなりのスピードで山道を走ってくる。俺は思わず電話ボックスの外に出た。その車は明らかに速すぎた。このカーブの多い山道であんな速度は危ない。そして次の瞬間、タイヤの音が響いた。車はカーブを曲がりきれなかった。そしてそのままガードレールにぶつかった。ドンという音が山に響く。俺は驚いて事故の場所へと走った。車は止まっていた。フロントは潰れている。運転席のドアが少し開いていた。中を見ると、運転をしていたのは若い女だった。だが女は動かない。目も閉じたままだった。その時だった。ポケットのスマホが突然震えた。画面を見る。知らない番号から着信が来ていた。俺はゆっくり通話を押した。そして耳に当てると、さっき電話ボックスで聞いたあの女の声が聞こえてきた。だから言ったのに、動くなって。電話を耳に当てたまま、俺は事故車を見ていた。車は大きく潰れている。ヘッドライトも割れて、煙が少し上がっていた。運転席の女は全く動かない。さっきと同じ声がスマホの向こうから聞こえてくる。だから言ったのに、動くなって。俺は思わず言った。今、事故が起きたんだ。すると女は小さく笑った。そしてこう言った。知ってる。その言い方がおかしかった。まるでその場を見ているみたいだった。俺は事故車の方を見る。運転席の女はまだ動かない。ドアは少し開いている。その時だった。スマホの向こうの女がゆっくりと言った。今、どこにいる？俺は答えた。山の電話ボックスの前だ。するとしばらく沈黙があった。そして女の声が震え始めた。おかしい。そこに電話ボックスなんてないよ。俺は思わず後ろを見る。さっきまで確かにあった古い電話ボックス。だがそこには何もなかったんだ。ただの山道だった。ガラスの箱も電話機も後すらない。俺は言葉が出なかった。そしてスマホの向こうで女が小さく言った。私、そこで事故したの。それは5年前の話らしい。山道で事故を起こした女がいた。夜のカーブで車が滑ってぶつかった。その事故の場所が今俺が立っている場所だった。そして女は最後にこう言った。事故の前に電話が鳴ったの。山の中の電話ボックス。受話器を取ると女の声が言った。そこから動くな。だが女はその電話を無視して車を走らせた。そして事故を起こした。そしてスマホの向こうで女が小さく言う。だから今、あなたに電話をしたの。その瞬間俺は気づいた。事故車の運転席、さっきまでいた女がいなくなっていたんだ。そして背後で電話の音が鳴った。振り返る。山道の脇にさっきの古い電話ボックスがまた立っていた。中の電話が鳴り続けている。そしてガラス越しの中に長い髪の女が立っていた。
受話器を持ったままじっと俺を見ていた。深夜の配送をしていた頃、忘れられない K に出会った。最初は偶然だと思った。首都高から一般道へ降りるカーブで、一台の白い軽自動車がバックミラーに映った。薄い白色の車体。ナンバーは見えにくいほど汚れていた。深夜3時の道路はほぼ無人で、その K だけが一定の距離を保ちながらついてくる。配送中によくあることだと流していた。だが、その一定の距離が気になった。トラック特有のスピード変化にピタリと合わせてくる。こちらが止まれば向こうも止まる。こちらが走れば数秒遅れて追いかけてくる。人為的というより、見えない紐で引かれているような動きだった。最初の異常はその後すぐに起きた。信号待ちで止まった時、K がこちらの真後ろで急停止した。普通ならライトで影が揺れるのに、その車はライトをつけていなかった。ライトがないのに、車体の奥に誰かが動いた気配があった。曇ったフロントガラスの向こう、顔かどうかすらわからない黒い塊が揺れるようにこちらを向いた気がした。追われている。そう分かった瞬間、胸の奥が重く沈んだ。青信号になると同時にアクセルを強く踏んだ。荷を積んだトラックが軽を振り切れるほど速くはない。だが距離は少しずつ広がっていった。だがほっとしたのもつかの間、交差点を2つ曲がった先のミラーに再び同じ白い軽が映った。距離も位置も先ほどとほぼ同じ。まるで道を先回りされたような不自然さだった。地理的に不可能ではない。だが偶然というにはできすぎている。ナンバーを確認しようとして目を凝らしたとき、白い汚れの下からようやく数字の一部が読めた。400。それだけだった。残りは何重にも塗りつぶされているように黒ずんでいた。誰かが意図的に隠したような、そんな汚れ方だった。気味の悪さが勝ち、事務所へ戻るルートを変更した。だがどの道を使っても、どれだけ道を変えても、バックミラーには必ず白い軽が現れた。まるで俺の行き先を全部知っているみたいに。恐怖が限界に達したのは自宅付近の橋に差し掛かった時だった。後方から軽が急加速し、トラックの真後ろへ食い込むように迫り、ギリギリの距離で止まった。その瞬間、白い軽の中で動いたそれがはっきりと見えた。白い軽の中で動いたそれは人の形をしていなかった。フロントガラス一面に張り付くように黒い影のような塊がゆっくりと左右に揺れていた。ガラス越しなのに距離がゼロに感じるほど近かった。目があるのかもわからない。顔という概念すら曖昧で、ただこちらを見ている感覚だけがはっきりと伝わってきた。その瞬間アクセルを踏み込んで橋を渡りきるように一気に加速した。K は反応がありえないほど速く、一拍遅れてから滑るように迫ってきた。エンジン音がしない。タイヤが地面をつかむ感触すらない。ただ白い車体だけが影のようについてくる。曲がるタイミングをずらしても、ブレーキを急に踏んでも、K は一定の感覚を保ち続けた。追うのではなく、見失わないように守っているような動きだった。人気のない工業地帯へ進路を変えた。安全な場所ではないが、後ろにつく白い軽を振り切るには最適な場所だった。トラックの荷台が揺れるほどの急なカーブに入り、
視界の裏へ K を押し合った。ミラーには何も映らない。ついに巻いたと思った。だが、安心は10秒も持たなかった。前方の倉庫の脇から白い軽が横向きのまま滑り出してきた。地面とも噛み合っていない。角度も速度も現実的ではない。まるで空を滑る影が倉庫の壁に沿って降りてきたような動きだった。その瞬間ナンバーがライトに照らされて一部だけが浮かび上がった。400。そこまではあの時に見えた通りだ。だがその右側が見えた。塗りつぶされたと思っていた部分が光を受けてわずかに透けた。7080。上下から真っ黒な汚れで何重にも消されている。一体何を隠そうとしていたのか。意味がわからないまま距離が詰まる。その時だ。K の運転席側の窓が内側からじわりと曇った。呼吸だった。誰かが息をしている。その息の跡がくっきりとトラックの方向へ向けて形を作った。丸い輪郭。それがゆっくりと縦長へ変形する。まるで笑っているかのように。ハンドルを切りながら視線を戻すと、倉庫の角にもう一台車が止まっていた。パトカーだ。俺は思わずクラクションを鳴らして近づいた。助けを求めたくて、K の異常性を伝えたくて、俺は必死に窓を叩いた。だが警察官はこう言った。この先の K なら、3年前に事故で亡くなった方ですよ。まだ動くと思ってるんですか？俺は言われた意味が理解できずに固まった。警察官が指さした先には、ぐしゃりと潰れた白い軽の残骸があった。目の前に置かれた白い軽の残骸は、3年前の事故で完全に廃車になった状態だった。タイヤは外れ、運転席は押しつぶされて、ハンドルの位置すら原形をとどめていない。とても走れるような車ではなかった。だが俺を追ってきた軽と全く同じナンバーだった。警察官はこちらの困惑を察したように言葉を選びながら続けた。この軽の運転手さんは最後まで家に帰らなきゃと言っていたそうなんですよ。でも家族は事故をきっかけに引っ越してしまって帰る場所がなくなったんです。その言葉を聞いた瞬間、背筋に冷たいものが落ちた。家に帰れないまま亡くなった存在。その帰る先を探し続けてさまよっている。そう解釈すると全てがつながった。俺を追った理由も、曲がる道を全部当てた理由も、距離を一定に保ち、決してぶつからなかった理由も、まるでついてきたいだけのような動きだったことも。だが理解したところで状況は終わらなかった。警察官が目を伏せながら言った。ただ一つだけ気になることがあるんですよ。この事故車時々、ほんの少し動くって通報があって。冗談に聞こえない言い方だった。その瞬間背後でギシッときしむ音がした。事故車の潰れた運転席のドアだった。警察官が驚いて近づいた。俺も反射的に振り返る。潰れたドアの内側にぼんやりと白い呼気が浮かんでいた。ゆっくりとその曇りが指でなぞられた。たった二文字。帰る。その文字を見た瞬間、背中が凍りついた。帰りたい。まだ帰れない。だから追ってきた。それがあのKの正体だった。警察官が慌てて車体に触れようとしたとき、潰れた運転席の中で暗闇がぐっと盛り上がった。人影の形をしていた。顔はない。腕も判別できない。
ただ白い呼吸だけがこちらを向いていた。その影が運転席から外へにじみ出るように伸びてきた。形を変えながらゆっくりと地面を降りようとした瞬間、警察官が叫んだ。離れて、来るよ。俺は本能で走り出した。工業地帯のアスファルトを踏みしめ、振り返らずにとにかく遠ざかった。どれだけ走ったのかわからない。息が切れ、足が震えて止まったとき、後ろから警察の無線がかすかに聞こえた。事故車の影、また消えた。捜索を続ける。またという言葉が耳から抜けなかった。それから俺の家の前にはあの白い軽が現れることはまだない。だが夜中、窓の外で車のエンジン音が一回だけ止まることがある。走り去る音はしない。ただ止まるだけ。その度に俺は思う。まだ探しているのかもしれない。帰る場所を。あの人形を拾った日の夜から俺の部屋は一人じゃなくなった。深夜山間にある古いドライブインに寄った。帰省中で長距離移動をしており、疲れが限界だった。店内は薄暗く、蛍光灯は半分ほどしかついていない。客はゼロ。街灯の白い光だけがショーケースをかすかに照らしていた。コーヒーでも買おうと自販機へ向かったとき、足元で何かを踏んだ。乾いたパキッという音。拾い上げると小さな古い日本人形だった。髪は乱れ、着物はほつれ、片目だけを閉じている。人形のそばには値札が落ちていた。売約済み、3000円。売れているのに床に転がっている理由がわからなかった。レジは無人で、店員の姿もどこにもない。仕方なく棚の上に人形を戻そうとしたが、そこで違和感に気づいた。棚には全く同じ人形が並んでいた。10体ほど。全部同じ顔。ただし並んでいる奴らは両目が開いている。俺の足元に落ちていたやつだけ片目が閉じていた。胸の奥がざわついた。これは触れてはいけない類だと直感で分かった。そっと棚に戻し店を出ようとした。だが出口へ向かう途中、またパキッと音がした。振り返ると棚に戻したはずの片目の人形が再び床に落ちていたんだ。戻した位置からどうやって転がったのかわからないほど棚から距離がある。気味が悪くなり、レジ前に置きっぱなしだった俺の荷物を取りに行く。しかし、そこで息を飲んだ。荷物の上にその人形が座っていたんだ。さっきまで床に転がっていたはずなのに、誰かが乗せたようにちょこんと置かれている。頭が真っ白になったが、店員を探そうと店内を見回した。店の奥の扉はわずかに開いており、暗闇しか見えなかった。その暗闇を見ていると、不意に背中がゾワリと泡立った。奥から何かがこちらへ視線を向けている。そう確信できる気配があった。俺はもう荷物ごと人形を持ち上げ、逃げるように店を出た。車に乗り込んでロックをかけ、深呼吸をする。ハンドルを握る手が震えていた。なぜあの人形だけが売り場から離れた場所に転がるのか。理解が追いつかないまま走り出した。ただその時はまだ間に合うと信じていた。しかし翌朝部屋の玄関を開けた瞬間、俺は終わったと思った。昨日置いてきたはずの人形が俺の靴の横に座っていたからだ。玄関にいた時点で人形はもう俺の家を知っていた。昨日のドライブインで置き忘れ、
二度と関わらないつもりだった。だが、下駄箱の横に座ってこちらを向いているその姿を見た瞬間、思考が凍りついた。髪は濡れたように艶を帯び、片目だけ閉じたまま。だが、昨日よりもその閉じた目が深く沈んで見えた。まるで眼球そのものが奥へ引きずられているような。ありえない。車にも家にも鍵をかけた。人形が勝手に動いて入れる状況ではない。恐怖より先に混乱が押し寄せたが、俺はそのまま人形をビニール袋に押し込み、ゴミ置き場へ持って行った。ようやく終わったと思った。だが終わりはそこからだった。夕方、仕事から帰って玄関を開けた瞬間、足元にコロッと何か硬いものが転がってきた。ビニールを破ったままのあの人形だった。袋は引き裂かれ、手足に細かい擦り傷がついている。ゴミ捨て場まで数十メートルある。誰かが持ち帰ってきたならわかる。だが、それなら玄関のチャイムを鳴らして置いていくだろう。人形の背に貼られていた値札が目に入った。売約済み、3000円。数字だけが昨日より濃くなっている。そしてその下に、細かく震える筆跡で新しく書き足されていた。持ち主、田崎。それは俺の名前だった。全身の血が引いた。札を触っていない。誰がこんなものを書き足した？玄関に置いた瞬間、人形の閉じた目がカタリと揺れた。沈んでいたはずの眼球の奥に黒い穴が覗いていたんだ。嫌な気配に突き動かされ、俺は再び袋に押し込み、今度は車に積んで市外の粗大ゴミ処理場まで運んだ。職員に事情を説明し、焼却ラインに直接流してもらった。人形は炎の中に消えていった。燃える瞬間、閉じていた目がかすかに開いた気がしたが、信じないようにした。家に戻る頃は深夜。もう大丈夫だと心のどこかで無理に思い込んでいた。だが寝室に入った瞬間で終わった。布団の上に人形が座っていたんだ。炎で焼け焦げて、片目どころか顔の半分が炭のように黒く崩れている。そして胸元には焦げた値札が貼り付いていた。返品不可。その裏側に赤い文字で小さく細かく震えるように追加されていた。売り場へ戻れ。何度燃やしても捨てても、この人形は元の場所に戻ろうとしている。だが、もう一つだけ確実なことがあった。人形は俺を持ち主だと認識しているということだ。人形は戻りたい場所を間違えていなかった。俺は震えながら布団の上の人形を見つめた。焼け焦げて形が崩れているのに、なぜか首だけは元の位置に戻っている。閉じた目の方が薄くわずかに震えていた。胸の値札、焼け焦げた返品不可。その裏に書かれた売り場へ戻れ。売り場、ドライブインの店内の棚。そこに戻りたがっている。だが、なぜ俺の部屋へ来る？そんなことを考えていると、部屋の空気が不意に変わった。湿って、重く、まるで誰かがすぐ背後に立っているような気配だった。耳元で髪が擦れる音がした。値札の紙が誰かに引っ張られているような音だった。怖くなって部屋から飛び出し、車の鍵を掴んで外へ走った。深夜の道路を無我夢中で走り続け、例のドライブインへと向かった。山の闇の中に白い街灯がポツンと浮かび、まるで待ち構えているようだった。車を止めて店に近づくと、自動ドアが勝手に開いた。誰もいない店内。昨日と同じ蛍光灯の半分だけがつき、ショーケースだけが薄く光っていた。
棚を見た瞬間、呼吸が止まった。人形が10体並んでいる棚、その一番奥に焼け焦げたあの人形が座っていたんだ。まるで最初からそこにいたかのように。だがおかしい。10体のはずが11体になっているんだ。燃やして消えたはずがなぜ増えている。近づこうとした瞬間、棚の下からコトッと音がした。しゃがんで覗き込むと、俺が乗せた覚えのない買い物かごが置かれていた。かごの底には昨日拾った最初の値札が貼られている。売約済み3000円。その横に新しく書き足された赤文字。お支払いは持ち主本人。意味が分かった瞬間、背筋が冷えた。ここへ戻したのではない。ここまで俺を戻させたんだ。人形自身が売り場に帰るのではなく、持ち主である俺を売り場へ連れ戻した。そして棚の11体すべての人形がゆっくりと同じ速度で片目を閉じた。焼け焦げた人形も棚の奥のやつも全部同じ動き。棚の上で小さな口が開いた。声ではなく息のような音が漏れた。帰れ。俺は反射的に後ずさった。だが足が何かにつかまれた。足首に冷たい指が絡みつく感触。しゃがんでみた時にはもう遅かった。棚の下の暗闇から墨のように黒い腕が伸び、俺の足を店の奥へと引きずり込んだ。踏ん張る間もなく体が床を滑った。棚の下から覗く何十もの目。そのすべての目線が俺に合わさっていた。最後に見えたのは、棚の一番手前の人形が胸の値札をこちらへ向けて掲げる姿だった。焦げた紙にははっきりとこう書かれていた。売り場に戻すもの、持ち主。それがこの店の返し方なんだ。あの日のことを思い出すと、今でも胸の奥がざわつく。車屋で働き始めて6年になるが、あんな客は後にも先にも一度だけだった。午後の整備場にゆっくりと古いセダンが入ってきた。運転をしていたのは痩せた中年の男。首だけが異様に動かず、ずっと正面を向いたままの姿勢が気になった。下取りお願いしたいんですけど。それだけ言って男は鍵を差し出してきた。書類を見ると、そのセダンは事故歴4回。しかもすべて正面衝突。普段なら買い取れないレベルだが、男は妙に静かで、こちらの説明を遮るようにこう言った。できれば次のも事故車を探してるんですよ。前が潰れたやつがいいですね。理由を聞こうとした瞬間、男の後ろを風が通り抜けた。整備場のドアは閉まっているのに、冷たい空気だけが流れ込んできた。その空気の後を追うように、セダンの前部から焦げたような匂いが漂ってきた。試しに運転席のドアを開けると、シートに誰かがさっきまで座っていたような温度が残っていた。エアコンは切れている。午後の整備場は肌寒く、こんな温度が残るはずがない。さらに気味が悪いのはダッシュボードの奥。整備用のライトを当てると、黒いすすのような跡がうっすらと広がっていた。まるで炎が走った場所のように線だけが残っている。前の車も同じでした。いつの間にか男が横に立っていた。相変わらず首は正面から動かず、目だけがわずかにこちらへ寄ってきた。光のない乾いた目。全部正面から来てしまうんですよ。
だから潰れているものを選ぶようにしているんです。その人の言っている意味がすぐには理解できなかった。ただその声は事故の映像そのままのようにぶつ切りで、生々しく無理やり絞り出したようだった。男が帰った後、ピットの奥に置かれたセダンをもう一度見た。フロントの金属は衝撃でぐしゃりと奥に潰されている。けれどそこにもう一つの跡があった。人の手の形に似た深いへこみ。まるで潰れた金属の裏側から誰かが押し返してきたみたいだった。その夜、閉店後の整備場に一人残って、例のセダンをもう一度点検することにした。どう考えても、あの男の言葉が頭から離れなかった。全部正面から来てしまうんです。意味がわからないまま、フロント部分にライトを当てる。金属はひしゃげ、隙間に黒いすすが固まっていた。そのすすを指で触ると、粉ではなく不自然なぬめりがあった。油とも違う、焦げた匂いとも違う、何かの体温だけが残っているような感触。さらに奥を照らした瞬間、不意にカタッと音がした。風もない、器具も動かしていない。それなのに金属が軽く揺れたような音が確かに聞こえてきた。気のせいかと思ってライトを近づける。暗い隙間の奥で何かが動いた後のように影が揺れた。一歩下がった途端、ピットの奥からかすかに響く音が重なった。トン、トンと金属の裏を叩くような一定のリズム。その方向を見ても誰もいない。それでも音だけはひしゃげたフロントの向こう側から届いてくるようだった。ライトを固定し、恐る恐る手を伸ばして金属の縁に触れた瞬間、冷たかったはずの鉄板が指先にじんわりと熱を返してきた。まるで裏側に触れている何かの熱がそのまま伝わってきたみたいだった。自分でも信じたくないが、その時はっきりと感じた。鉄板の向こうで誰かがこちらへ体を寄せている。心臓が跳ね、手を離した。音は止まらない。むしろこちらの反応を待っていたかのように、トン、トンが少しずつ強くなっていく。ピット内の蛍光灯が一度だけ、チッと明滅した。影が揺れた瞬間、フロントの奥で、ゴッと鈍い衝撃が響いた。金属が内側から押された。潰れた鉄の一部がわずかに盛り上がり、指の跡のような形がいくつも浮かび上がった。外に出ようとしているのか、それともこちらを探しているのか。音はどんどん速くなり、金属は不自然に震え続けた。俺は耐えられなくなり、工具をすべて放り出して事務所へ逃げ込んだ。扉を閉めても、奥からかすかに響く、トン、トンという音は止まらなかった。しばらくして音が途切れ、静かになった。俺は勇気を振り絞って整備場へ戻ると、セダンはさっきと同じ場所にある。ただ一つだけ違うところがあった。フロントの中央に新しい深いへこみが増えていたんだ。それは指の形ではなく、拳で叩きつけた跡のようだった。翌朝出勤すると、整備場の照明はまだ暗いのに、例のセダンだけがぼんやりと内側から光って見えた。近づくと、フロントの金属が夜のまま温度を残している。あの男はそれから数日店に現れなかった。でも代わりに別の情報が飛び込んできた。営業担当が書類整理の途中でこう言った。そういえば、前にこの車を査定した店が言っていたんだ。この男、事故車ばっか買っていくって。しかも全部同じ形の事故らしいぞ。同じ形、
正面からの衝突、俺が見たへこみも裏から押し返すような跡もそれと無関係じゃない気がした。昼過ぎ、セダンの確認をしようとピットへ降りた瞬間、背後でドアの閉まる音が響いた。反射的に振り返ったが誰もいない。気のせいだと思おうとした。ただ胸の奥で嫌な予感だけが膨らんでいく。昨夜の拳の跡を思い出すたび、背中がじわりと冷えた。それでも覚悟を決めてフロントを覗き込んだ。金属は歪んだまま、すすの跡もそのまま。だが奥に見える影だけが違っていた。影がこちらに向かって盛り上がっていたんだ。形がはっきりとしていく。頭、肩、腕、そして鉄板を内側から開こうとするように5本の指が押し広げてきた。ガン、ガンと金属が割れそうな音が連続した。その度にフロント中央が膨れ、隙間から灰色の手が覗いた。俺は後ずさったが影は止まらない。むしろこちらに出ようとして動きが速くなっていく。その瞬間、整備場のシャッターがガラガラッと勝手に開いた。不意に視界の先に人影。あの男だった。昨日と同じで首が正面から動かない姿勢のままこちらへゆっくりと歩いてくる。フロントの奥の影はまるで男に気づいたかのように一度だけ動きを止めた。男は車の前に立ち、押し出しかけていた手の方を見もしない。ただ静かに口を動かした。また、ついてきてしまったんですね。その声を合図にしたように、影の姿がスッと沈んだ。金属の盛り上がりも嘘のように引いていく。男は車に顔を向けず、まっすぐ前だけを見ながらこう言った。いつも正面なんです。事故の時に俺の前に乗っていたあの人だけがまだ降りてこない。その瞬間理解した。影は押し返していたんではない。前席に残ったまま男を追って正面から追ってきていた。男は鍵を抜き取り、俺に背中を向けた。歩き出すたびにフロントの奥で小さくトンと音がした。まるでまだ席に誰かが座っているみたいに。深夜1時、住宅街の細い路地で高齢女性の意識障害という通報が入った。俺たち3人は到着してすぐ座敷で倒れていた女性を発見した。呼びかけには反応せず、しかし脈は弱く残っている。家族は不在。近所の人が突然声が聞こえなくなったと通報したらしい。ストレッチャーへ移し救急車へ。隊長が運転、俺が患者の横、もう一人が後部座席に座るいつもの配置。モニターを装着すると心電図は弱いながらも一定の波形を刻んでいた。走行中、救急車の揺れとともに壁面へ影が映る。患者の体、俺、そして後部座席の隊員。影は3つで普通のはずだった。だが、カーブを曲がった瞬間、壁の影が4つになった。後部座席の隊員の肩の横に一つ余計な影が重なって揺れていた。俺は
一瞬見間違いだと思った。ライトの角度か、機材の影が伸びただけか。しかし、救急車が直線に入り、揺れが落ち着いても、余分な一つは消えなかった。それは人の肩ほどの大きさで、かすかに頭を揺らすように見えた。揺れが車体と同期していない。呼吸のリズムを持つ影のように独自の動きをしていた。隊長、後ろ誰か乗せましたっけ？俺が声を潜めて言うと、後部の隊員が、なんで？と振り返った。その瞬間、影がゆっくりと俺の方へ向いた。壁に映る黒い頭が角度を変えて俺の影と重ならない位置で止まったんだ。患者の胸の上で心電図の波形がわずかに乱れる。おい、今の見えたか？俺が聞くと、後部の隊員は眉を潜めて首を振った。その顔は影の位置を確認している素振りではない。まるで俺が何を言っているのか本気でわからないという顔だった。だが次の瞬間、救急車の天井からコンと小さな音がした。金属を指で軽く叩いたような短い響き。影が一瞬震えるように揺れた。そして患者の耳元で誰かが確かに言った。降りる場所違うよ。俺は反射的に患者の顔を見た。だが目は閉じたまま呼吸は浅い。声の主はこの車内の誰でもなかった。俺の手首の無線が一瞬だけ点灯し、すぐに消えた。車内の影はもう3つに戻っていた。だが、あれは絶対に存在していたんだ。病院まで残り5分。影の異常は消えたはずなのに、車内の空気は異様に冷たかった。患者の額に触れると、指先がビリッと震える。心電図は一定だ。けれど、どこか違和感が残っていた。その時、無線が小さくなった。本来はありえない。単独の短い通知音。俺が確認しようとした瞬間、ストレッチャーの車輪が勝手に動き、患者の体がわずかに横へずれた。おい、固定外れたか？後部の隊員が近づくが、固定バンドはしっかりと締まっている。ただ、患者の顔だけが違う方向を向いていた。病院とは反対側。さっき影が向いていたあの位置だ。そっちじゃないってことか。自分で言いながら鳥肌が立った。次の交差点へ差し掛かった時だった。急に救急車がふらつき、隊長がなんだと声を上げた。
運転席の前方、暗闇の中に誰かが立っていたという。急ブレーキと同時に、俺たちは前のめりに揺れる。患者の体もわずかに動いたが、心電図の波形は乱れなかった。ただ、患者の口元がかすかに開き、空気を吸うように動いた。ここ。聞こえた。確かに患者の声で。窓の外を見ると、街灯の切れた十字路。左側には古いアパートが建っている。一室だけ明かりがついておらず、真っ暗だった。その瞬間、後部の壁に映った影が一度だけ揺れた。まるで、ここだ、と示すように。患者の脈が急激に弱まり、心電図が細い線に近づいた。まずい。搬送急ぐぞ。そう言って病院へと再発進したが、あの十字路を離れた瞬間、心電図の波形が完全に消えた。病院に到着し、医師が確認した結果、死亡推定時刻は現場に向かう前の時点だった。つまり、救急車に乗った時には、すでに生きていなかったんだ。記録に残った最後のデータ。それは搬送中、俺たちが見た4つ目の影の揺れと一致する時間だった。そして後日、あの暗いアパートの一室で、患者の夫が一人倒れていたという。死亡推定時刻は、俺たちが十字路に止まったあの瞬間だった。深夜の巡回は慣れているつもりだった。だが、その夜だけは空気が異様に重かった。住宅街の通りは街灯がまばらに灯っていて、光と影の境目が不自然に揺らいで見えた。人通りはないはずなのに、無線から聞こえる声はどれも落ち着きがなく、同じことを繰り返す。今日、人が多いですね。だが、俺の周囲には誰もいない。全員が人影を見ているような言い方だった。胸の奥にうっすらと嫌な予感が残ったまま、いつもの曲がり角を抜けた瞬間だった。道路の真ん中に何かが立っていた。最初は酔っ払いかと思った。だが、そいつは全く動かない。うつむいたまま街灯の真下に立ち、顔の部分だけ影が異様に濃かった。一歩近づく。すると暗がりの奥で口元だけが緩む。笑っているように見えた。もう一歩踏み出したとき、足元の感覚が変わった。アスファルトの硬さがなく、薄い膜の上に立ったような軽い沈み方をした。その沈みと同時に、道の真ん中のそれが肩をわずかに震わせた。
ライトを向けても輪郭が揺れる。光が届いているのに形が安定しない。影なのか人なのか、その境界が曖昧だった。胸の奥に重い圧が入り込み、呼吸が合わなくなる。無線の音だけがやけに鮮明で、自分がそこに立っている感覚すら薄れた。距離はあと3歩。その瞬間、それの顔がゆっくりとこちらへ向いた。そいつがこちらを向いたとき、まず目が見当たらないことに気づいた。顔の中央がぽっかりとへこんでいる。影ではない。奥に吸い込まれるような形のない穴が開いていた。それなのに口元だけは確かに笑っていた。皮膚の伸び方がどこか人間と違う。肉が横に裂けるようにしてゆっくりゆっくりとつり上がる。声をかけようとした瞬間、無線が唐突にノイズを上げた。聞き慣れた上司の声が混じっているのに、言葉の意味が途中でねじれて消える。まるで誰かが無線の間に入り込んでいるような、そんな嫌な圧が耳の奥を締め付けた。その時、そいつが一歩こちらへ動いた。足音はしない。ただ影が滑るように距離を詰めてくる。街灯の光を全く反射しない黒が地面に落ちる影と混ざり、形の境界が完全にわからなくなっていく。体が勝手に後ずさった。訓練で染みついた動作より先に逃げろという直感だけが先に動いた。だが足は重かった。まるで地面に粘りつかれたような感覚。呼吸は乱れ、胸の奥が急に冷え込む。そいつは2歩、3歩と不自然な速度で距離を詰めてくる。顔のへこみの奥に何かがうごめいているのが見えた。形はわからない。だが生き物ではない。もっと別の何かが混ざっていた。俺は思わずライトを強く照射した。その瞬間、そいつの輪郭が霧のように薄れ、路面の上へ染み出すように広がった。道路の舗装の黒と完全に同化し、どこまでが影で、どこからがそれの本体か見分けがつかなくなる。耳の奥で無線が再び鳴った。すぐ戻れ。聞こえるか？おい、戻れ。声が途中から別人のものに変わった。俺の背中に冷たいものがゆっくりと張り付くような感覚が上った。気づけばそいつとの距離はあと一歩だった。一歩の距離まで迫ったそれは
人の形をしているようで、近づくほど形が失われていった。顔のへこみの奥でうねる何かがじわじわとこちらへ伸びてくる。姿勢は保っているのに、腕も足も輪郭がほどけていく。黒いもやが揺らいで、生き物の動きとは違う逆再生のような震え方をしていた。呼吸が喉で止まり、声が出ない。逃げなければと思うのに、足は地面に縫い付けられたように動かない。その瞬間、無線が耳元で炸裂した。戻れ。今すぐ交代しろ。怒号のような声に体が勝手に跳ねた。足に絡みついた重さが一瞬だけ外されたような感覚。その隙をつくようにそいつの体が落ちた。正確には地面の影の方へと沈んだ。アスファルトの黒が波打ち、そいつの輪郭を飲み込んでいく。音はない。ただ影がゆっくり閉じる。まるで蓋がゆっくりと降りるように、静かに、確実に。最後に残ったのは口元だけだった。白く裂けた笑いが道路の黒い表面に浮かんで、そして薄く溶けていった。気づけば俺は走っていた。振り返る余裕もなく、交番の明かりが見えるまで呼吸が乱れっぱなしで、胸の奥だけがずっと重かった。交番に戻ると、無線室の先輩が眉を潜めた。お前、さっき誰と話してたんだ？誰って、そちらから戻れって指示が来たんで。先輩は首を振った。いや、さっきから無線は全部録音再生モードになってた。誰も送信してねえよ。背中を冷たいものが撫でたような感覚が走った。戻れという声は確かに俺の名前を呼んでいた。だけど録音の中にそんな声はないという。それを聞いた瞬間、胸の奥に残っていた重みがゆっくりゆっくりと広がっていった。まるであの道路の影がまだ俺の後ろに立っているかのように。夜の11時を少し回った頃、スマホが突然鳴った。こんな時間に電話をしてくることはほとんどない。胸の奥がざわついた。迎えに来てほしい。声は弱いがはっきりとしている。どこにいるのかを聞くといつもの住宅だという。ただ少し息が荒い。俺は急いで上着をつかみ外へ出た。車なんて持っていない。しかもこんな時間に走る電車もない。通りに出た瞬間、一台のタクシーが減速した。手を挙げた覚えはないが後部のドアが開く。
俺は事情を説明し、祖母の住所を伝えた。運転手は短くうなずき、車を走らせる。車内は静かで、ラジオも流れていなかった。窓の外に流れる街灯を見ながら、俺はさっきの祖母の声を思い出していた。どこか迷っているような響きだった。最近、会ってますか？と不意に運転手が聞いてきた。え？おばあさんにですよ。言葉に詰まった。正直に言えば半年以上顔を出していない。仕事が忙しい。それを理由にしてきた。いやー、忙しくて。そう答えると運転手は小さくうなずいた。みんなそう言いますよ。その言い方には妙な重さがあった。祖母の家がある住宅街に入る。だが近づくにつれて違和感が増してきた。明かりが少ない。人の気配もない。まるで時間が止まっているようだった。胸騒ぎが強くなる。祖母の家の前でタクシーが止まったが、玄関の明かりは消えたままだった。いつもなら縁側の電気がついている時間なのに、窓は真っ暗で、庭の木の影だけが揺れている。インターホンを押すが反応はない。もう一度押しても同じで、さっきまで確かに電話で話していたはずなのに、その気配すら感じられなかった。胸がざわつく。スマホを取り出して履歴を見るが、祖母からの着信は残っていない。こちらからかけ直そうとしても、発信履歴がない。まるで最初から電話なんてなかったかのように。画面は静まり返っている。俺はおかしいと思いながらも運転手に事情を話すと、彼は慌てる様子もなく言った。病院かもしれませんね、と静かに。病院という言葉で背中が冷えた。車は再び走り出し、近くの救急病院へ向かう。夜間の入り口の明かりが見えたとき、救急車が一台止まっているのが目に入った。受付で祖母の名前を告げると、看護師がこちらを見て少し間を置いた。ご家族の方、先ほどいらしてましたよ。意味がわからずに聞き返すと、同じ名前の男性が来て説明を受けたという。そんなはずはない。俺は今、ここに来たばかりだ。時間を確認する。搬送されたのは1時間前。電話を受けたと思った時刻より前だ。頭の中で何かがずれる。振り返るとガラス越しにタクシーがまだ待っているのが見えた。運転手は動かずにこちらを見ている。その視線になぜか責められているような感覚を覚えた。看護師に案内されて処置室の前で止まった。祖母は意識を失った状態で搬送されたと言われたが、命に別状はないらしい。ただ発見が少し遅れていたら危なかった、と淡々と説明された。発見されたのはご家族の方ですよ。そう言われてまた胸がざわついた。誰がですか？お孫さんが様子を見に来てくださって。その言葉で血の気が引いた。俺は今ここにいる。看護師は首をかしげた。先ほど説明を受けてすぐ帰られましたよ。頭の中が静かに揺れる。祖母は自室で倒れていたらしい。電話はしていないという。夕方から体調が悪くなって誰にも連絡できなかったはずだと。俺は廊下へ出る。夜間入り口の外にさっきのタクシーがまだ止まっている。エンジン音は聞こえないのにライトだけが静かについている。
ゆっくり近づくと後部座席に人影が見えた。ガラス越しに見えたのは俺だった。今の俺より少し疲れた顔で運転手の横を見つめている。あの電話を受けた直後の顔だとなぜかわかった。運転手が窓を少しだけ下げる。間に合いましたね。その声は責めるでもなく、喜ぶでもなく、ただ事実を確認する響きだった。さっき来た俺は何なんですか？そう問いかけると、運転手は視線を前に戻した。迎えに行かなかったあなたですよ。意味を理解するまでに時間がかかった。もし電話を無視していたら、もし忙しいからと明日にしていたら、あの後部座席にいる俺が本来の姿だったということか。タクシーのライトがゆっくりと消える。後部座席の俺も暗闇に溶けていった。次の瞬間、そこには誰もいない。そしてポケットの中でスマホが震えた。画面には先ほどの時刻に届いた着信が1件。祖母の名前。俺は病院の明かりを見上げた。今夜迎えに来たのは俺だったのか、それとも迎えられかけていたのか、その答えだけが胸の奥に重く残った。あの竹林に入って夜の空気は今でも忘れられない。思い出すと胸の奥がキュッと縮む。あそこで車中泊なんて絶対にしちゃいけなかった。地元の古い人はあの竹林を結界が張られた場所という。理由は教えてくれない。ただ真ん中を踏むな、奥を見るな、夜に近づくな。その3つだけは耳が痛くなるほど繰り返された。その日俺は遠出の帰りで眠気に負け、たまたま竹林の入り口に車を止めてしまった。本気で寝るつもりではなかった。少し休んだらすぐ出るつもりだった。エンジンを切った瞬間、空気が沈んだ。竹が風もないのにピシッとなる。葉の揺れる音もしないのに、薄いざわめきだけが耳に残る。森や林とは違う、閉じられた部屋の中みたいな息苦しさがあった。変な場所だなぁ。独り言をつぶやいたその声が自分のものではないように響いた。車の外は真っ暗。街灯どころか星の光すら竹に遮られて見えない。ライトを一瞬つけても緑の壁が跳ね返すだけで奥行きがない。そこでふと気づいた。竹林の奥、真ん中だけ色が違う。黒くぬめるような闇が帯のように横たわっている。まるで細長い穴が地面に開いているみたいに。嫌な予感がして視線をそらした瞬間だった。車体のどこかがコン、コンと叩かれた。弱いけれどはっきりとした音。俺はゆっくりと振り向いて窓の外を見る。誰もいないはずの暗闇に竹の影とは違う丸い影が窓の高さでゆっくりと揺れていた。呼吸が止まる。その影は竹林の奥、さっき見た黒い帯の方向へふらりと動き、次の瞬間窓の横に立っていた。輪郭がわからない。人かどうかもわからない。ただ確実にこっちを見ている何かだった。そして車のすぐ外で、こっちとかすれた声がした。その声は人の声ではなかった。窓の横に立ったそれは人の形とは少し違っていた。首の位置が高すぎる。
肩の落ち方もおかしい。何より輪郭が竹の影と混ざって境目がわからなかった。その曖昧な形が窓のすぐ外でぬるっと動いた。俺はシートに体を沈め、息を止めて固まった。懐中電灯をつけようとは思わなかった。光を当てたら見えてはいけないものまで見える気がした。その時竹林の奥でパキッと大きな枝の折れる音が響いた。同時に車の反対側でコンコンと叩く音。運転席の外、後部ドアの外、タイヤ付近。まるで何体もが車を囲んで場所を移動しているみたいに音があちこちから聞こえてきた。ふざけんな。なんだよこれ。声が震えていた。だが怒りでも恐怖でもなく、ここにいてはいけないと全身が理解してしまった時の声だった。ふと視界の端で竹が揺れた。風はないのに竹一本だけが不自然に曲がり、次々と奥へ向かって押し倒されるように揺れていた。まるで竹林の奥で何か巨大なものが動いている。嫌な汗が背中を流れた。そしてさっきの黒い帯の位置から人のものではない四つん這いとも違う歩き方の影がにじみ出てきた。影の中心だけ真っ暗で形がない。手足らしきものが地面をつかむたびにザリッザリッと砂を引きずる。それがまっすぐ車へと向かってくる。俺はスマホに手を伸ばしたが画面がつかなかった。バッテリーはあった。なのに光らない。何度押しても反応しなかった。これはやべえなとつぶやいた声が自分のものに聞こえなかった。影は車の数メートル手前で止まり、ゆっくり首らしきものを上げた。その形のない顔が確かにこっちを見た。そして中と小さく言った。そいつは中に入れてと言っている。でも声は人ではない。湿った土の音や竹が折れる音が混ざったようなありえない声だった。次の瞬間、車のすべての窓がドンと内側へ押された。誰かが本気で押し込んでいるような衝撃。ひびが細かく広がった。あと一押しで割れる。俺は震える手でキーを回そうとした。その瞬間、車の真横の闇からまるで耳の中に直接入ってくるような声がした。もう入ってるよ。もう入ってる。その声を聞いた瞬間、背中を氷でなぞられたみたいに体がこわばった。入れてもいないのに、もう中にいる。俺は意味を理解するより早く、運転席の後ろ、すぐ耳の後ろで、コトッと小さな音がした。まるで誰かがそこに指を置いたみたいな軽い音だった。俺は振り向けなかった。もし見れば終わると全身が言っていたんだ。外ではガラスを押す衝撃が続き、内側からも何かが動いている。外と中のどちらに何がいるのか、もうわからなかった。そして突然竹林全体がバサッと音を立てて揺れた。風ではない。竹一本一本が巨大なものに触られたみたいに同時に揺れる。その波が中心、黒い帯へと収束し、地面が脈を打つようにボコリボコリと盛り上がった。闇が呼吸をしている。そうとしか表現できなかった。俺は反射的にキーを回した。エンジンがかかり、ライトが竹林を切り裂く。その瞬間、後ろのシートでバサッと何かが立ち上がった気配がした。
振り向けない。見るな、見るなと頭の中で叫び続ける。ライトに照らされた竹林の奥では、黒い帯が生き物のようにうねり、四つん這いの影がその中へと吸い込まれようとしていた。だが戻る前にそいつは最後にこちらを振り返った。形のない顔の位置がライトの端にぬるっと入る。それだけで心臓が握りつぶされるような圧がかかった。俺はアクセルを全力で踏み込んだ。竹林の間を抜けながら、外でドン、ドン、ドンと車体を叩く音が続いた。背後では竹が折れる音と何かが地面を引きずる音が重なり合う。絶対に振り返らなかった。後ろに何がいるのか分かりたくなかったからだ。結界の手前まで一気に走り抜け、外の空気に触れた瞬間、すべての音が止んだ。息を整え、恐る恐るバックミラーを見た。竹林の奥、さっき黒い帯があった場所に白い顔だけがこちらを向いて立っていた。体はない。顔だけが竹の間に縫い付けられたみたいに浮かんでいたんだ。そしてその顔の下、地面の土が人の手の形に盛り上がって揺れていた。俺は叫びながらその場を離れた。翌朝車を確認すると、後部座席のフロアマットに湿った土が一握り落ちていた。今でもあの竹林には近づけない。結界の奥に何が入ってきたのか知りたくもないからだ。大学2年の秋、深夜の山道を走っている途中で、俺たちは脇道に沈んだ古い標識を見つけた。草に埋もれてほとんど読めなかったが、うっすらと旧サービスエリアと書かれていた。俺たちは好奇心が勝ち、そのまま車を細い道へと滑り込ませた。道はすぐに途切れ、広くて古い駐車場が月明かりに照らされていた。白線はかすれ、街灯は全部壊れている。建物はガラスが割れて、内部の暗がりがぽっかり空洞のように開いていた。風が吹くたびに売店の残骸がどこかでカタカタ揺れる。人気なんて当然ないはずなのに、足音のような小さな走る音が何度も遠くで跳ねるように響いていた。気のせいだと思ったが、仲間も同時に振り向いていた。車を止めた位置から十数メートル離れた場所に妙なものが落ちていた。赤い子供用のスニーカーが片方だけ。妙に綺麗で、まるで今日ここに置かれたばかりのようだった。俺はしゃがみ込んで拾い上げた。靴底は冷たく濡れている。だが雨なんて降っていない。アスファルトは乾いているのに、靴の裏だけが水を吸ったみたいな冷たさだった。その時売店の奥で、コツンと乾いた音が響いた。ガラス片が落ちたような、硬い石をぶつけたような音。誰かがいるのかと思って建物の方を見たが、暗闇の奥は何も動かない。その時仲間が、帰ろうぜ、と言った。俺もうなずいて、靴を持ったまま車へ戻った。エンジンをかけた瞬間、バックミラーの端に小さな影が横切った。細い腕、短い足、顔は月に溶けて見えない。なのに、こちらに向いて立ち止まったように感じた。エンジンの音がやけに大きく聞こえる中、俺はアクセルを踏んで旧サービスエリアを離れた。誰も喋らなかった。ただ手に持った赤い靴の冷たさだけが
ずっと消えなかった。家へ帰った夜、疲れていた俺は靴を玄関の棚に置いてすぐに寝た。何も起こらないと思っていたんだ。しかし翌朝、リビングへ入った瞬間、心臓が一拍止まった。玄関に置いていたはずの赤い子供の靴が、テレビの前のテーブルに移動していた。家族は触っていないという。いたずらにも見えない。何より靴底が昨日よりも濡れていて、床に小さな水の跡が点々と続いていた。その夜寝ようとして電気を消した直後、廊下でペタッペタッと小さな足音がした。子供の歩幅、子供の体重。家の中にそんなものはいない。足音はまっすぐ俺の部屋へと近づき、扉の前で止まった。息を殺していると、扉の下の隙間に暗い赤色の影がかすかに差し込んだ。まるで赤い靴のつま先がそこに立っているかのように。扉を開ける勇気はなかった。そして翌朝、靴はベッドの脇に置かれていた。水で濡れた輪が床につくほどで、触るとひんやりとしている。その頃からだ。家の中で小さな音が続くようになったのは。キッチンで皿が鳴る。廊下で絨毯が沈む。風もないのにカーテンが小さく揺れる。全部背の低い何かが歩き回るような動きだった。3日目の夜、もっと決定的なものを見た。トイレに向かおうとリビングを横切ったとき、暗がりの中央に濡れた小さな足跡が点々と続いていたんだ。そして足跡の終わりに赤い子供の靴がまるで誰かが座って脱ぎ捨てたように並んでいた。靴底からは水が滴り、床に落ちた雫が細い線を描いている。俺は震えながら靴を拾おうとした。だが手が触れる直前、靴はわずかに横へ動いた。それは生き物のように。俺はそれ以上触れなかった。ただその夜から確信した。これは忘れ物ではない。間違いなく俺を追ってきている。靴が生きているように動いた翌朝、家中の空気が湿っていた。押し入れの中まで湿気が染み込むような重い空気で、玄関に置き直したはずの赤い子供の靴は、なぜか風呂場の前に移動していた。靴底からは細く水が垂れ続け、その先には小さな足跡が一直線に並んでいた。まるで誰かが裸足で歩いたような濡れた跡だった。俺は意を決し、濡れ跡をたどっていった。廊下を進み、リビングを横切り、玄関へ。そこで足跡は終わっていた。いや、終わってはいなかった。玄関の扉の下に、外へ向かって続く濡れ跡があった。まるで、誰かが靴を履かずに、外へ出たかのように。恐怖よりも、あの旧サービスエリアの情景が再び頭によみがえった。片方だけ落ちていた靴、月明かりの下を横切った小さな影、俺の車の前で立ち止まった顔の見えない子供。もしあの時片方じゃなかったら、もしあの片方も近くにあったら、その考えがよぎった瞬間、俺は外へ飛び出した。玄関前のアスファルトには2つの足跡が並んでいた。小さな裸足、そしてもう一つはさらに小さな足跡。どちらも濡れて黒く光り、道路の先へと続いている。家の前の道路は静かで誰もいない。だが濡れ跡は止まっていた。止まった場所は俺の車の運転席側のドアの前。
まるでそこに立ち、こちらを見上げていたかのように。心臓が跳ねた。俺は車内を覗き込む。暗闇の中、運転席のシートに赤い何かが置かれていた。近づいてようやく理解した。昨日まで片方しかなかったはずのあの子供の靴が、今日は両足揃って置かれている。濡れた足跡はちょうどシートの下に潜り込むようにそこで途切れていた。意味は簡単だ。靴は持ち主の元へと帰った。俺が連れ帰ってしまった片方を追うように、もう一方もこちらへ来てしまった。その夜から家の中は静かになった。足音も湿った空気も消えた。ラジオノイズのような気配もない。ただ一つ変わったのは、玄関の靴箱の扉が少しだけ開いている日が続くこと。そこに誰かの靴はない。けれど、ある朝だけは違った。靴箱の中の一番奥に赤い水滴が一つ落ちていた。雫の形をしたその赤は乾いていなかった。まだ帰りきっていない誰かがいる。